婚は私何してたんだっけ。ようこそハウスでありーべ。どうぞこちらにおかけください。あなたのお悩みを伺わせてください。悩み？いえ、ここは一体。あなたは自分の意志でここの扉を開いたのです。そうか、そうだわ。私、扉を開いて。だんだん過去を思い出していくしおり。占い師の言葉には不思議な引力のようなものがあった。そうだわ。私、婚活中だったのよ。いろんな男たちに会っていろんな話を聞いたわ。けどどれも私の思い描いた男性じゃなかった。私はもっと年収が高い男がいいって言ってるのに、年収500万くらいで私に近づいてきて不愉快だったわ。他の男もひどかった。私は専業主婦になりたいけど、特別家事も得意じゃないから未来の旦那に全部やってもらいたいって言ったら、仕事でそれはちょっと難しいだなんて。今時家事もできない男なんてダメよ。しおりはだんだん自身の婚活の状況を思い出していった。しおりは男性に対する理想が高く、高収入で高スペックな男性をずっと探していて、20代半ばから数年間婚活をして未だ結婚できずにいるのだった。全部世の中の男たちが悪いのよ。私のことを全然大事にしてくれない。それだけ考えれば学生時代に付き合ってた K 君が一番マシだったわね。私のことすっごく大事にしてくれてた。しおり、今度の週末はどこ行こうか。今度はどこか旅行に出かけたいわ。最近近くでお買い物デートくらいしかしてないんだから。はいはい、しおりは旅行好きだな。いいでしょう、別に。せっかくの短い学生時代なんだから、楽しめるだけ楽しまなきゃもったいないじゃない。うん、わかったよ。じゃあ週末は旅行に行くことにしようか。思えば K 君と一緒にいる時が一番楽しかったかも。やっぱりそんなことないわ。だって K 君、結局どこにでもあるような一般企業に就職したもの。そんな未来のない男と一生一緒にいれるわけないわ。しおりはとことん自分勝手で、自分が大事にされていたことに全く気づいていなかった。結局 K 君と別れて数年。私の職場も金持ちがいるような企業じゃないから、ここで結婚相手を探すのも無駄だと思って婚活を始めたけど、全然うまくいかないわ。まったく世の中間違ってるわよ。私みたいなハイスペックな女が結婚できないなんて。Haus der Liebe。 なるほど、よくわかりました。あなたは婚活がうまくいかなかったことで心がとても傷ついているのですね。そうなんです。まったくおかしな世の中ですよね。そうですね、私もそう思います。でもね、しおりさん、だからってあなたの基準を下げる必要はないんですよ。婚活がうまくいかないからって自分の理想を少し下げようとしていますね。そうして結婚したって我慢ばかりの結婚生活でうまくいくことなんてありません。ちゃんと自分の理想通りの男性と結婚すべきです。そうですか？でも理想通りの男性なんてこの数年ではほとんどいなかったし、いても他の女に取られてばかりで。安心してください。しおり、お前は理想が高すぎる。そんな状態で結婚なんてできるわけがないだろう。高い理想を持ち続け、数年経っても未だに結婚できない
いわゆる売れ残り確定だ。しかし安心しろ。私がお前の理想の男性と結婚させてやろう。私に任せてください。はあ、そこまで言うのであれば信じてみます。それでは理想の男性と会うことができたら、ぜひこの指輪を結婚指輪としてください。それと何があってもこの指輪を外してはいけませんよ。じゃあごめんなさい。いえ、僕の方こそ。なんて素敵な女性なんだ。あなたのような素敵な方とはお会いしたことがありません。ぜひ僕と結婚してください。でも私ちょっと婚活中でいろいろ条件があるんですけど。条件なんですか？年収などであれば安心してください。僕は企業を2、3経営しているので、収入はかなり多い方だと思いますよ。企業を経営？それはぜひ結婚させてください。始まったか。しおりは偶然道でぶつかった男性とそのまま電撃結婚をした。会社経営をしているということもあり、その男性は基本的に労働自体をすることがなく、一日中家にいた。そのため家事もすべてその男性がやってくれた。まさにしおりの理想の生活が実現したのである。いやー、本当に至れり尽くせりだわ。あなたと結婚して本当によかった。そうかい、それはよかった。ねえあなた、もっとお金を稼ぐことはできないの？高級タワーマンションに住むのもいいけど、私まだまだ欲しいものあるからさ。わかった。もう少し経営頑張ってみるよ。ありがとうあなた。あなたのおかげでとっても楽しい毎日が過ごせてるわよ。しおりは今までにない税の限りを尽くした。買ったことのないブランド物のバッグや服を買いまくったのだ。今まで庶民的な生活を送ってきたしおりは、急に使えるお金が増えたので、金銭感覚が完全に麻痺してしまった。なあ、いくらなんでも買いすぎじゃないか？いくら会社を経営してるって言っても、無茶な散財はお金がいくらあっても足りないよ。何？お金がないならまた会社作って経営すればいいでしょ。私はこういう贅沢がしたくてあなたと結婚したんだから。私の生活を豊かにするためにもっと頑張りなさいよ。そんなこと言ったって、お前のお金の使い方はちょっと異常だよ。はあ、こんな役立たずだとは思わなかったわ。もういいわよ。あなたなんかと結婚するんじゃなかったわ。離婚よ。離婚しましょう。離婚？どうしてそんなことになるんだ？うるさい！お金を稼げない男に用なんてないのよ。こんな指輪こうしてやるわ。何が起こったの？おやおや、だからあれほど外さないようにと言ったのに。どうなってるのこれ。私あれ婚活してて、それで理想の男性を探してって。理想？私の理想ってなんだっけ？高収入。でもいくら稼いでても欲しいものがいくらでもあるから、どんなに高収入でも満足できないし、どんなにイケメンでも毎日見てたら飽きちゃうし、っていうかどんなに欲しいもの買っても一時的に満足するだけですぐ飽きちゃうし、渡したアクセサリーをつければ十分な効果があり、誰もが幸せになるはずだ。だがお前は人より欲が強すぎ、理想を追い求めすぎた。そのためにお前は
私がかけた魔法の許容を超え、また自ら不幸になる選択をしてしまった。自覚がないだけで、しおりの本当の理想は K 君だった。ところが彼女は世間の理想と自分の理想を履き違え、K 君を対象外の相手だと思い、苦痛に感じていたのだ。それが自分の錯覚であることにも気づかずに、しおりは自分自身の本当の幸せと引き換えに、世間の理想を占い師から受け取ったのである。これが彼女にとって一度目の不幸な選択となった。あれ、なんだったっけ。とっても私のことを大事にしてくれてた人がいた気がするんだけど、もしかしてあれが私の理想だったの？わかんない、もうわかんないよ。ああ、しおりは真っ暗な孤独な世界に一人閉じ込められてしまったのです。理想なんて追えば追うほど不毛だというのに、それに気づかずこの女はいつまでも理想を追い続けて、お前の求める世間の理想を与えてやったというのに、それすらお前は無駄にした。これはお前が選択した2度目の不幸だ。